おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新ニュースをお届けしていきます。今回のテーマは3つあります。まず1つ目は、ついに発表が予告された新しいモデル Y の可能性について、2つ目は、イーロン・マスクさんがライバルのウェイムを名指しで批判し、テスラ独自の自動運転戦略を改めて強調したという話題。そして3つ目は、ヨーロッパでのテスラの販売が 42% も減少し、その一方で中国の BYD が大きく伸びているという最新の市場動向です。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず最初のニュースです。最初のニュースは、新しいモデル Y の発表が間近に迫っているという話題です。テスラはヨーロッパと中東向けの公式アカウントでスポイラーアラートという投稿を行いました。投稿には車の一部が映し出されていて、8月29日の金曜日に新しい発表があると予告されています。内容からすると、モデル Y の新しいパフォーマンストリムが登場する可能性が高いと見られています。実際にニュルブルクリンクでテストされていたモデル Y には、これまでと違う特徴がいくつか確認されています。例えば21インチの新しいホイール、バケットシートのようなスポーティーな内装、カーボンファイバー製のスポイラー、そしてパフォーマンスバッジなどです。さらにブレーキシステムやサスペンションも改良されていて、走行性能を重視したアップデートが行われていると伝えられています。ここでオーナー視点で見てみると、自分が乗っているモデル Y の価値がどう変わるのか、次に買い替えるならこの新しいバージョンを検討するべきなのかという点が気になります。特にスポーティーな走りを求めている方には魅力的な選択肢になるかもしれません。一方で投資家の視点では、このような高性能モデルの投入はテスラブランドの価値をさらに高め、利益率の改善にもつながる可能性があります。特に欧州市場での存在感を取り戻すための戦略の一つと考えることができます。続いてのニュースは、イーロン・マスクさんが再びライバルのウェイモを批判したという話題です。今回、イーロン・マスクさんが取り上げたのは、自動運転に使われるセンサー技術についてです。多くのライバル企業は、ライダーやレーダーと呼ばれるセンサーを使っていますが、イーロン・マスクさんはこれらを否定し、むしろ危険を生むとまで発言をしました。ここで簡単に用語を整理しておきましょう。ライダーっていうのは、レーザー光を使って周囲の物体までの距離を測るセンサーのことです。レーダーは電波で物体を検知します。そしてテスラが採用しているビジョンオンリーという方式は、カメラと AI の処理だけで環境を認識する仕組みです。イーロン・マスクさんが主張しているのは、複数のセンサーを組み合わせると、それぞれの情報が矛盾してしまい、かえって安全性を下げるという点です。実際にウェイモの車両は高速道路では走行できないとイーロン・マスクさんは指摘していて、これもセンサー間の矛盾が原因だと批判しています。ただし、イーロン・マスクさんは、ライダーを完全に否定しているわけではありません。スペース X のドッキング作業など、特定の場面では有効な技術だと認めています。ただ、テスラの自動運転戦略としては、カメラだけで人間と同じように周囲を認識し、学習していくことが最も現実的だという立場を改めて強調した形です。オーナーの視点からすると、自分のテスラがカメラだけでどんどん賢くなっていく理由が理解しやすくなりますし、投資家の視点ではこの技術戦略が他社との差別化になり、ソフトウェアの進化によって長期的な収益性を支える要素になると言えます。では最後のニュースです。最後のニュースはヨーロッパ市場での販売動向です。海外メディアによると、2025年7月のテスラの EU の新車登録台数は前年同月比で 42.4% 減少し、6600台にとどまりました。これで7ヶ月連続の減少となり、1月から7月までの累計でも前年同期比で 43.5% の落ち込みとなっています。また、市場シェアも前年の 1.3% から 0.7% に縮小しました。一方で、同じ期間に中国の BYD は大きく成長しました。7月の新車登録数は9698台と前年から206% も増加し、市場シェアは 0.4% から 1.1% に拡大しています。EV 市場全体では
前年の 12.5% から15.6% へとシェアが上がっており、成長が続いている中での対照的な結果です。オーナーの視点から見ると、競合が増えることで将来的なリセールバリューやサービス体制に影響する可能性があります。また、欧州での販売が低迷していることは、今後のテスラ車の普及スピードに関わる要素でもあります。投資家の視点では、短期的にシェア低下がリスク要因となりますが、EV 市場全体が拡大していることを考えると、テスラが新製品や技術革新で巻き返す余地も十分に残されていると言えるでしょう。特に直前に紹介したモデル Y の新トリムなどは、その一つの鍵になるかもしれません。はい。ということで、ここまでテスラに関する3つのニュースを見てきました。まず、新しいモデル Y の発表予告は、テスラが依然として積極的に製品を進化していることを示しています。走りやデザインに磨きをかけた高性能モデルの投入は、オーナーにとって新しい選択肢となり、ブランド価値を高める動きにもつながります。次に、イーロン・マスクさんのライダー批判は、テスラの自動運転戦略の一貫性を改めて示すものでした。カメラと AI だけで人間のように環境を理解しようとするアプローチは他社との大きな違いであり、長期的に見ればソフトウェアの進化による成長を支える要素になる可能性があります。そして最後にヨーロッパ市場での販売減少と BYD の急成長です。短期的には課題が浮き彫りになっていますが、市場全体が拡大している以上、テスラには巻き返しのチャンスも十分にあると考えられます。新しいモデルや技術戦略がどこまで欧州での競争力を取り戻すことにつながるのか注目すべきポイントです。まとめますとテスラは新製品の投入、独自技術の進化、市場での試練、この3つの要素を同時に進めている状況です。未来にはリスクとチャンスの両方が存在しており、オーナーとしても投資家としても引き続き注視すべきタイミングだと言えるのではないかなと思いますけれども、皆さんは今回のニュースどう感じられましたか？オーナーの方は新しいモデル Y が出たら買い替えたいと思いますか？投資家の方は BYD の急成長などどのように見ていらっしゃいますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は下げておりまして、現在344ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もし、テスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが、今買おうが、中身は同じです。モデル 3Y、それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめは、ハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗って、テスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上乗っているテスラとかかなりお得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。毎週中古のテスラ情報を見ていますが、モデル3に関してはハイランドも出てきています。モデル Y も最近は増えてきました。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の県のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人ではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方も登録されてみてください。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。